はい、皆さんこんにちは。漫画家の新本慎です。ということで今日はですね、実際の生徒さんを呼んだお絵描き教室やっていきたいと思います。こちらは生徒の皆さんです。よろしくお願いします。ということで今日はですね、顔の描き方についてやっていきたいと思うんですけども、今ここにいる皆さんの実力がこんな感じになっております。めちゃめちゃ上手くないみんな。いや、私も思ったよりみんなが今上手くてすごいなと思う。まずさ、目と鼻と口が認識できる時点で素晴らしいよね。レベル高いよね、今回ね。いや、もう人の顔って分かる時点ですごくレベルは高いんだけども、まあ今ここにあるイラストは、まあ今日本でいう漫画やアニメのイラストかって言われると多分ちょっと違うと思うんだよね。なので今日はぜひこのイラストをより漫画やアニメのイラストっぽく最後仕上げてもらいたいと思います。それでは今から10分ぐらい講義してきますので、ぜひ皆さん聞いて最後実践してみてください。はい、それではやっていきましょう。はい、じゃあ今から基本的な、顔の描き方説明していきたいと思います。まずいきなり顔を描くんじゃなくて、当たりっていうものを取ってほしいんだけど、どういうものかというと、こういう丸いちょっと縦長の卵みたいな丸にこういう十字線を描いたもの、これが顔の当たり。これ正面を描くときはこの十字の線がちょうど真ん中に来る感じで、斜めの顔を描きたいなって思ったときはこんな感じで十字の線をちょっと横にずらしてみてください。まずは基本的に何にもいきなり描くと結構顔がごちゃごちゃになっちゃったりとかするから、まずはこの十字を一回下書きでペンとかを入れる前に消せるペンとかで鉛筆とかかな、だからで描くっていうイメージを持ってください。で漫画とかの、輪郭なんだけど、さっきみんなが描いてもらったのを見たらわりかしこうつるんとしたまん丸い卵みたいな顔をしてるのが多かったんだよね。なので、漫画の輪郭描く時のイメージとして、こんな感じで半分の円、半円と、逆台形と逆三角形、この形をイメージして、この後にここの線をなぞってもらうと、漫画やアニメっぽいちょっと顎がとんがっててほっぺのところに角があるような輪郭が描けると思います。で、ここにさっき入れたこの十字をこういう風に入れてあげると、より狂いなく人の顔を描けるかなと思います。で、このね、黄色のエリアとかにだいたい目と鼻が来て、まあ、この赤と黄色の境からちょっと赤の中ぐらいに口が来るみたいなイメージで描くと、より漫画やアニメっぽく可愛い顔を描けると思います。で、耳もぜひこの黄色のエリア内のところにつけてあげるといいと思う。結構思ったよりも漫画やアニメのキャラって頭でっかちになるから、この半円の部分がでかくなると思うんだけど、多分髪の毛とか描いた時はわりかしこれぐらい余白取っといてあげてしっくりくるので、ぜひこの形ちょっとイメージしてみてください。輪郭の感じはこんな感じ。どんどん次行くけど大丈夫そうでしょうか。いきますよ。大丈夫。じゃあ次、めっちゃ肝心なとこね。みんなもメイクとかでめっちゃ気つけると思うんだけど、目ね。目はイラストでも多分本当に第一印象ぐらい大事なところで、目がやっぱちょっとしっかり描けてるとその分絵もいい絵になるので、ぜひちょっと目をうまく描けるやり方を教えていきたいと思います。人間の目ってさ、多分いきなり描くとこうなると思うんだよね。リアルなやつね。そう、リアルなやつ。これだと思うんだけど、これは可愛くないし漫画っぽくないでしょ。なのでこれをどんどんデフォルメしていきたいと思います。こんな感じの五角形をイメージしてもらいたいと思います。で、五角形のこの上の辺あるじゃない？この上の辺をまずちょっと太く濃く線を描く。で、今度この下の線のところも上よりは細めに線を描いてあげる。で、この中にさっきあった瞳を丸く、もしくはちょっと縦長で入れてあげます。こうするとだいぶこの目よりも漫画アニメらしい目になると思います。今これ私二重の線描いたんだけど、これはあってもなくてもいいっていう感じ。あとまつげとかを付け足したければ、ここからこうまつげを生やしていってあげる。これは例えば今ちょっと結構正方形な五角形にしたけど、これを男の子を描きたいなとか、そういう時は潰れた感じの五角形をイメージしてもらって、ちょっとこれを潰した感じにしてあげると、ちょっとね、男性的なキャラに
なっていくと思います。で、今ちょっと目がこれだと怖いので、ハイライトって言って、目の中に白い明かりになる部分を描き足してあげる。あとは瞳孔になる部分、黒い部分。さらにちょっとなんか味付けしたいなっていう時はもうちょっとハイライトとかこう色味とか瞳孔をこんな感じで描き足していってあげると、より漫画やアニメっぽい目になっていくと思います。ただこの目はなんか人によってすごく個性を出すところなので、私が言った描き方が正しいってわけじゃなくて、例えばこれワンピースのルフィをイメージした目で、これ何かわかるかな、何の目か。炭治郎。お、正解。これ炭治郎の目。そんだけやっぱ印象強いんだね。これわかる？これちょっとみんなの世代でわかんないのかな。セーラームーン。正解。これセーラームーンの目。これわかるかな。わかる？わかりづらい？超人気。今最近映画やってる。わかるこれ。これ正解っていう感じで、これもう作家さんによって描き方が全然違うのね。さっき言ったこうハイライト入れるってもルフィはもう黒く丸つぶなんか塗りつぶしちゃって、本当にこう白い余白もめちゃくちゃ多くて、あまりこうない感じ。これ炭治郎とかはこうハイライトってどっちかと光の当たってる部分が光るイメージだから、球体の場合はこう右上とか左上に撮る人が多いんだけど、あえてもうど真ん中をこう白く抜いちゃって、でさらにちょっとここ瞳孔がねここ外に出るような形でギザギザ入れるようなパターンで、セーラームーンは本当にだからこうハイライトを大きく入れて、もっとたくさん入れて、より少女漫画みたいにこう可愛くキラキラしていくっていうパターンで、これコナンの先生の描き方だからいつもすごい個性的だなと思うんだよね。大きなハイライトがここに入った後に、ここにもう一個多分反射光みたいなのが入ってて、黒い部分があって外側にちょっとこう青くなる薄い部分の色があるみたいな感じで、それぞれ先生によって描き方が違うので、ゆくゆくは全部自分なりの描き方を見つけ出すのがいいかなと思います。いきなりでもどうしていいか分かんないっていう人は、とりあえずこの光、この丸い光とここの黒い部分、ここだけ描いといたら、ちょっと漫画っぽくはなると思う。で、最後なんだけど、鼻と口はそんなにも考える難しいことはなくて、正面から見た時だったら縦線の上に鼻の点をちょっと描いてあげる。こんな感じ。こう鼻の穴とかをこう描きたければこういう感じで2個描いてあげる。例えばもっと鼻の高さを出してあげたければこんな感じでこう三角形の鼻とかを描いてあげるみたいなパターンもいろいろあるんだけど、やめといた方がいいなと思うのはリアルな人間を追求してなんかこういう鼻を描くパターン。なんかこうするとなんか途端可愛くなくなっちゃって、あとギャグキャラみたいになっちゃうから、あんま主張させないのがいいと思う。鼻はメイクと一緒だね。なんかあんま鼻が大きく見えないように、ちょんぐらいにしといた方がアニメっぽいかなっていう。可愛いって感じはする。で、口も控えめに、気持ち控えめに描いてあげた方が可愛い。多分リアルな人間の唇をここにこうやって描き足していくと、今度やっぱすごい唇が主張が強くなっちゃって、こういうキャラもいてもいいかなとは思うけど、主人公にするような顔じゃなくなっちゃうかなと思うので、線一本で基本は表すといいと思います。なんか口に表情つけたければいろんなパターンの口あるので、いろんな形試してみて、だから自分が一番しっくりくるのを採用したらいいと思う。という感じで今ざっくり顔の描き方を教えたので、今から描いてもらいたいと思います。今回は顔の描き方に専門を絞ったので、髪について触れなかったんだよね。で、多分髪の描き方も絶対みんな描いてる途中で今度前髪になった瞬間詰まると思うんだけど、そこは自力でちょっと今日は頑張ってそこは自力でちょっと頑張ってみてください。もしよく分かんなければ肩の本あるから、ちょっと髪のとことかそこを見てもらうか、私呼んでくれたらなんかアドバイスするので。ちょっと髪の毛やっぱりいつもワンパターンなんですよ。前髪もこれに髪さみたいな。ちょっとじゃあ他のパターンに入ってみようかなってなんか直したい？どこが気になる？なんかバランスキモい。本当？いけなくないですか？かっこいいけどいい？ここら辺にこう少しだけこう書き足してやったりとか、ちょっとここを膨らましてやったりすると、もうちょっとなんかバランスいいかなと。
ではまずゆなちゃんのイラストから見ていきたいと思います。はい、元のイラストはこんな感じでした。これでもね、十分可愛いんだけど、どんなになったか見せてください。はいと。おー、めちゃくちゃすごいよ、ほら。全然違うじゃん。めちゃくちゃ変わってる。すごい。ね、自分で見て結構変わってるでしょ。なんか目がもともとほら結構リアルな人間の目をここで描いちゃってたけど、漫画を意識してもらったので、すごいなんかキラキラしたパッチリした目になったんじゃないかなと思います。なんかどこが難しかったとかある？やっぱり目のその大きさの差とか、あとこのハイライトの入れ方が難しかったです。そうだよね。多分最初ね、まだ慣れないうちはそういうとこすごく難しいと思うんだけど、でもなんか途中でほら一回ちょっとバランス効いてくれたりしたから、すごく可愛くなって、めちゃくちゃ上達したんじゃないかなと思います。皆さん拍手ありがとう。では次、めいかちゃんのイラストです。はい、元はこんな感じの結構すごいシンプルなイラストを描いてくれてました。可愛いけど。これも可愛い。じゃあぜひイラスト見せてください。いや、すごいよこれ。全然違うよ。めちゃくちゃすごい。しかも男の子にしてくれたんだね。なんかしかもさ、泣きぼくろがさ、ここにあるの、めっちゃこだわりポイント。セクシー。かっこいいポイントですね。泣きぼくろ男子好き？好きです。わかるめちゃくちゃわかる。なんかかっこいい。特にこう瞳のハイライトを真ん中に抜いたの個人的には結構すごいかっこよくて好きかなと思います。なんか書いててここが難しかったとかここがいいとかある？全部バランスが難しかったですけど、だいぶ成長しました。ねえ、めちゃくちゃ成長してるよ。すごいイケメンだよこれ、イケメン。ということで素晴らしいイラストありがとうございました。ありがとう。次はのあちゃんのイラストです。のあちゃん、元はこんな感じ。すごくイラストチックなイラストを描いてくれてます。さあ、この絵どうなったんでしょう？見せてください。おお。変わりました。かわいい！めちゃくちゃかわいいじゃん。ちなみにさっきも言ったけど、テーマは？テーマはプリキュア。わかるよ！髪の毛ピンクだし。プリキュアイメージしました。プリキュアなりたかったんだもんね。なりたかったです。ちっちゃい頃の夢はプリキュアです。めちゃくちゃ可愛い。センターだよね。そう、真ん中だね、ピンク。可愛い。なんか、もともとほら、結構丸に、こう、黒っていう前、なんかよくある、マスコットキャラ的な目を描いてたけど、これすごくキラキラになったね。ハイライト入れて。これちょっと想像しました。そうだね、セーラームーンの目みたいな感じで。可愛い。しかもちゃんと下唇の線とか描いてくれてたり。付け足しました。よく見ると、これピアスかな？イヤリングついてるじゃん。めちゃくちゃこだわってる。すごい可愛い。これはもうプリキュア間違いないね。ありがとうございます。プリキュアイラストでした。ありがとうございます。では最後、こうきくんのイラスト見ていきたいと思います。もともとでもね、私描いてたんですけど、ちょっと描き慣れてる絵してた。本当ですか？なんかここの線の入れ方とかがね。じゃあ早速どんなになったか見せてください。はい、こちらです。おお。かっこいいやん。かっこいい。そうです。そうか。はい。タイタニック風に。タイタニックって書いてるさ。タイタニックって書く T シャツ着るやついる。確かに。ちょっと似せて。急に。目と眉の間近くしたい。確かに。イケメンだし目がキラキラになってる。なんか欧米風になってる。そうです。ちょっと。かっこいい。でもなんかやっぱりこう目のハイライトかながあるとすごく目が輝くね。そうですね。全然違う。で、なんか超イケメンになってる。なんか顔もシュッとしない少し。はい。でもなんか顔がシュッとして、そう、髪の毛もなんかおしゃれになってて。そうです。これめちゃくちゃイケメン度が増したと思います。ありがとうございます。ということで今日は、皆さんに顔の描き方やってもらいました。どうもありがとうございました。いや、すごい成長したと思います。マジ素晴らしいと思います。これでちょっとうちのチャンネルの評価も上がったんじゃないかなと。みんなが上手くなってもらったからね。そうそう、私の評価が上がったんじゃないかなと。私もすごいほっとしております。ちなみに皆さんが絵描いてくれてる間に、今回私もまた皆さんの似顔絵を描かせていただきました。こんな感じになっております。一応誰が誰だか分かる？なんとなく分かる？ということで皆さん練習してもらえればこのレベル多分20年後に達すると思いますので、ぜひよかったら20年ぐらい絵を描き続けてみてください。ちなみに今回出てくださった皆さんの情報は概要欄に載っておりますので、ぜひチェックしてみてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と皆さんでした。バイバーイ。